寝苦しい夜に聴く音楽は、また一味違ったものがある。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、今回紹介するのは、レトシャオワーの1ダイナミックドライバーイヤホン、D13 だ。メーカーについてから話していこうか。シャオワーは若い中国イヤホン産業の中でも、特に若いブランドだ。初期の代表作は、静電ドライバーとダイナミックドライバーを組み合わせた、テープ。最近の代表作は、平面駆動モデルが大量に展開された中、低価格、かつ解像度の高い、S12 を発売してる。特に、S12 の方はかなり衝撃を受けた人も多いはずだ。初期のテープなどは、結構攻めた音。最近のモデルは、相変わらず気持ち良い感触系サウンドのものが多いものの、明らかに、ここ2年で完成度は段違いになっている。今回紹介する D13 も、そんな2年間の間に進化したシャオワーの品質が存分に味わえる製品になっているぞ。D13 は、最も普及している、ダイナミックドライバー型のイヤホンだ。お店の中で一番安いコーナーにあるイヤホンは、大体全部この方式。ってことは、基本に忠実なイヤホンかと思いきや、そうじゃない。まず、ドライバーがかなりでかい。密閉型としては最大クラスの、13mm のダイナミックドライバーを持っていて、この価格帯にふさわしい、自社設計の新型ドライバーが採用されてる。シャオワーの商品は、全金属製の外装を持ち、堅牢なものが多い。D13 ももちろん全金属製。アルミなので軽量で、また、シャオワーらしい、スピード感のある感触系の高音域の理由にもなってそうだ。さらに、大型のダイナミックドライバーは、チューニングなどによって調整してやらないと、基本的には低音域が得意で、高音域がちょっと緩いものになりがちなんだけど、そこは、振動板を DLC。硬質で反応がよく軽量な、ダイヤモンドライクカーボン振動板にすることで対応しているぞ。このクラスのドライバーを採用し、ダイヤモンドライクカーボン振動板を採用しているイヤホンというと、少し前の TFZ なんかが近い印象だな。ただし、こちらはシャオワー独自のドライバー、チューニングの方も、S12 などに近いもので、それでいてでかいダイナミックドライバーにふさわしい量感や臨場感も持ち合わせているのが、D13 というわけ。外装から見ていこうか。概要でも触れた通り、全金属製のハウジング、大型のドライバーを、あまり余剰空間を設けないようにコンパクトに収めたイヤホンで、13mm のドライバーを搭載している、と言われてイメージするよりも、おそらくは一回り小さい。2ピンによるリケーブル可能なケーブル、3.5mm と 4.4mm が購入時に選択できる。さらに、D13 にはフィルターギミックも存在し、2種類のノズルが付属する。ただ、この3つのノズルについては、体感できるほどの差を感じることができなかった。実際、公式ストアに載ってるグラフでも、あまり大きな差を生じさせないような印象になっている。また、ノズルの長さが同じことや、内部に入っていそうなスポンジ系のフィルターも、両方同じで入っていないことを確認してるので、本当に小さな差かもしれないな。あるいは、フィルター剤入れ忘れたとか、遊びたい人はここに面突っ込んで遊んだりすることができる。予備付きの取り外し可能ノズル、くらいに思うのが良さそうだ。精度は良好で、何度か試しに取り替えている時にも、引っかかりなども感じなかった。でも、柔らかいアルミ製なので、よく注意して作業しような。付属ケーブルは十分な質感と太さを持つ、純銅線、単結晶銅で、このクラスのイヤホンについてくるものにふさわしいスペックでもある。リケーブルを狙うなら、もともとかなり感触系でソリッドな音色なので、同様の単結晶銅系でお気に入りのケーブルを見つけるのが良さそうだ。D13 の心臓部である、内装系について、このイヤホンは最初でも話した通り、でかいドライバー一発で全てをこなす、大型のダイナミックドライバー型イヤホンだ。硬い、軽い、でかい、の3拍子が揃った、ダイヤモンドライクカーボン振動板を、強力な磁石でぶん回す、パワー強ともにっこりの仕組みとなっているぞ。大型の振動板だと、明瞭な高音域を得るために、必要な手法は3つ。開放度を上げるか、振動板を工夫して反応を良くするか。D13 は密閉型だけど、結構開放されているようで、背面に小さなフィルタ付きベントが1、耳に向いた内側に、3連の開放口が存在する。背面からも多少音は漏れ、耳を近づけると明瞭に聞こえるな。音漏れはちょっと注意した方がいいかもしれないぞ。そんなわけで、でかいドライバーをぶん回す、そんなわかりやすいダイナミックドライバー型イヤホン、D13。その音質について触れていこうか。D13 は、アルミ製のスピード感のある反響と、背面開放度の高いドライバーのおかげで、それほどサブベースが強調されているようには感じない。代わりに、強力な抜けの良さと、その抜けの良さに付随する、反応の良さ、そして、それらを実現しながら、大型のドライバーを使うことによって、高音域に擦れたり、刺さったりするような、深い音を発生させないバランスで作られている。
この音の傾向、どっかで聞いたような、D13 を作ってる、シャオワーが出してる、平面駆動機、S12 に近い音？サブベースがそれほど強烈に出てこないところといい、かなり近い印象があるな。S12 の場合、高音域から低音域まで、解像度の高さが魅力だったんだけど、そこがダイナミックドライバ型の特性に置き換わった D13 では、それぞれの音のつながりが、代わりの魅力になってる。他社のダイナミックドライバ機と比べると、音色は若干腰高だけど、もちろん、違和感を感じるような音じゃない。高音域から中音域、中低音域あたりのスピード感が魅力の一台だな。同じ素材、機械価格のイヤホンだと、D13 より若干小さい、10mm のダイナミックドライバを採用した、同じ振動板素材を採用する、現ハイファイの T5 があるんだけど、あれより開放感が増し、代わりに重低音が控えめになったようなバランスとなっている。高音域、金属音などは心地よくなり、ボーカルなども、空間に閉じ込められた感じがなく、残響はあっさりとしている。S12 のキレは、密閉された空間の中で、平面磁気駆動ドライバが鳴らしてる音なんだけど、D13 のキレは、ある程度空気抜き穴から音を逃がすことによって、あえてシャープな音を聞かせてくる、ってなところだろうか。密閉型ではあるんだけど、壁を感じない開放感、DLC 振動板らしい、反応の良さに、アルミを加えることで、より反応が速くなったサウンド。そして、大型振動板らしい、重低音が逃げているのにそれでも十分な低音域と重低音。そんなバランスのイヤホンだ。ボーカルについても前述の通り、刺さらないようにしっかり調整されているけど、開放感が高めで、爽快な音色が聞ける。ドライな音を好む人向けだけど、カサカサに乾燥しない程度に、しっかりとチューニングも生きている。といった具合だ。一言で言っちゃうと、カーボン系のカリカリな音が好きだけど、カーボン系ドライバの高中音域あたりの小骨が綺麗に取り除かれていて、それでいて開放感が高いやつ、が欲しい、という人向けだな。もちろん、完成度は高いので、興味で購入するのもありだと思う。100ドル周辺のイヤホンとして、好みに合致すれば、かなり良い印象を与えられる一台だ。また、空間表現についても、S12 や他のハイブリッドのような、密閉されているのに広い、といった印象よりも、より自然に開放された、広がる音色となっている。より自然な印象を与えつつ、感触にまとまっているのが、D13 の魅力と言えるんじゃないかな。というわけでまとめてみよう。D13 は、現在話題の平面磁気駆動モデル、シャオワー S12 と同様、レッドシャオワーが発売した、1ダイナミックドライバモデルだ。自社設計の 13mm ダイナミックドライバは、でかくて硬くて軽い 13mm の DLC 振動板に、強力な磁石を組み合わせたもので、感触傾向、また、魅力的な全金属製の外装は、装着感も工夫されていて、問題なしだ。フィルターギミックはあるけれど、大きな差はもたらさない。高音の微調整くらいに考えよう。付属品は標準的だけど、こちらも高品質で満足度が高い。リケーブル方式は2ピンの非埋め込み端子で、リケーブルの選択肢は広いぞ。音質は、開放度が高め、かつ、反応の良い DLC が組み合わさることで、高質感があり、なおかつ開放度が高い、大型ダイナミックドライバのパワーをうまく逃しつつ活かしたもの。低音の量は、より密閉度の高いモデルに譲るものの、自然かつハキハキと反応し、かつ抜けの良い音が魅力だ。代わりに音漏れしやすい印象だな。明確にターゲットを決めた音で、温かみよりも、ドライかつ自然な音を好む人向けのイヤホンだ。完成度は高いので、案外好みじゃないかもと思ってる人でも好きになりそうな音。ダイナミックドライバで作った、S12 ライクな音、抜け重視の TFZ や全ハイファイ T5、といった印象の音だな。価格に見合った実力はあると思う。5は好みか否かだ。といったところだな。S12 は好きだけど、あの印象でもうちょっとナチュラルだったらな、とか思ってる人にもおすすめしたいサウンドだ。その上で、やっぱり S12 には S12 でしか聞けない良さがあるのも事実。こういう、ちゃんと違うけど、同じ方向を向いてるチューニング、みたいな方向性のしっかりしたメーカー、個人的にはすごく好感が持てるな。焼き上がったパンを出来上がり次第口に詰めに来るブランドも、それはそれで好きだけどさ。S12 から、しっかりと品質を落とさずに、新商品を発表してくれたシャオワーだけど、昨今の情勢のせいで、どうしても商品の製造が遅れがちみたいで、D13 も、しっかりと数が揃ってからの発売となった、現在予告されている、S12 のレギュラーチューニング版、Z12 に関しても、ちょっと想像より待つことになっちゃうかもしれないが、それだけ妥協のない商品を作ってる、ということでもあるので、ぜひ信用して待ってあげたいところだ。今後も期待してるぞ。といったところで今回はここまで。